ネドジュンさんの悟りとは何でしょう講義が間もなく始まります。ここは山王研究所の基礎クラス講義室。あなたは受付で所長を名乗る奇妙なおかんと遭遇した後、別室で研究所の説明を受け、基礎クラスに参加するよう促されてここに来ました。間もなくクラスが始まるようです。受付で見たおばさん、確かこの研究所の所長って名乗ってた。あの人が白いひげを顔につけて木の杖をついて立っていた。よぼよぼと体を震わせ、年寄りのように見せているけど、明らかに演技だ。超鉱石からは、またそのネタか。もう飽きたぞ。口々にツッコミが叫ばれている。しばらくすると講師は盛大なくしゃみをして、鼻にひげが入るから外しますね。つけひげをもぎ取った。威厳が出ると思ったんだけどな。ブツブツ言っている。おもむろに壇上から外したひげを超鉱石に投げ込み、投げるな。さまざまなツッコミが無数に上がる中、喋り始める。そもそも悟りって何なんっていう話です。それがはっきりしないと方法論も見えない。悟りとそれ以外の精神状態の差は何なのか、本当に差があるのか、あるとしたらどこがどのぐらいどう違うのか、私はここから考えていきました。まず、悟るという言葉には知恵を得るというニュアンスがあります。私自身が悟っているかどうかはさておき、多くの体験談を調査しても、それはいわゆる頭が良くなるという事象ではないと考えています。超鉱石からクスクス笑い声が聞こえる。所長アホだもん。確かに。その脇の空いた椅子の背もたれには、さっき投げ込まれたつけひげがくっつけられている。悟りを得て身につく知恵とは、大学受験に合格するような類の知識ではないようです。計算が早くなるとか、辞書を暗記できるとか、そういう技術的な変化はありません。知識でなければ感覚はどうでしょう。私自身、意識が変容してからの言葉で表現できない感覚として、例えばみんなつながっているんだというものがあります。それは個人と個人がつながっているという意味ではなく、個人なんかないんだという表現に近いものです。そんな風に意識の変容につれて世界に対する感覚や認識が変わってしまうということは起こり得ます。けれども認識を変えたから悟りかというと、逆もまた真なりとはいかなりようです。悟りとはこういうものだとすべての知識を得たとしても、悟りを体感することにはつながりません。そこまで言うと講師は壇上の端まで歩き、口に手を添えて小さな声で囁いた。はい、そこ。眠いですか？後ろの方にフルリクライニングの寝椅子がありますから寝ていいですよ。いびきもありです。面白いから。講師がそう言うと、4、5人の聴講者が一斉に後ろへ移動した。幸せそうないびきが聞こえてくる。私の体感では、唯一頭の中の思考の声、自動思考と呼ばれる声があるかないか、この違いだけが明らかでした。自動思考がありますと、自意識の中心は私という個人にあります。自動思考がなくなると、自意識の中心は体の中にある体温のようなぼんやりと曖昧な感覚の広がりの中にあります。つまり、主語が変化します。強く確実な私という個が存在しなくなってきます。それは透明になり、
様々なものがそこに透けて見えるので、毎春変化し、毎春流れ去る感覚に過ぎないものとなっていきます。これは意識が思考という脳の現象の中から外に出たと言えるでしょう。思考から外に出て、体感覚とより強く結びついている状態です。このことと妄想状態との違いは、身体感覚との結びつきにあります。妄想状態では、身体感覚との意識的な結びつきがありません。感情や感覚に対して受け身になります。妄想状態は自動思考の中にあります。外に出ていると想像しているだけで、実態は自動思考の中にあるのです。ですので、当研究所においては、この自動思考、頭の中の言葉による思考の声、自分が考えていると思い込んでいる思考の声に対象を絞り込んでアプローチします。この自動思考のあるなしこそが、悟りという意識変容の始まるスイッチになるのです。畳みかけるように語った講師は、ここで一息ついてにっこり笑う。よって、当研究所でいう悟りとは、自動思考が限りなく少なくなった状態から始まる意識変容であると仮に定義づけたいと思います。それは知識ではなく体感であり、状態です。悟りについて数多くの知識があっても悟りとは言えません。自動思考の有無を体感で理解し、自動思考のない状態を体験し、それを持続させるよう進んでいくこと。これが当研究所の目標とする悟りへの方法論です。そしてこの定義である悟り状態は脳の機能のバランスによって現れると考えています。自動思考がほぼ消えた後に悟りと感じられる独特の脳のバランスが現れるのです。また、体内の酸素の量も関係してくると予想していますが、これは今後の研究ではっきりしてくるでしょう。講師はここで黙って室内を見回す。心地よく寝息を立てているもの、熱心にメモを取っているもの、もう何百回も聞いたのだという顔で腕を組んでいるもの、初めてこの講義を聞いたのか、口をポカンと開けているものなど、様々な顔がそこにあった。講師は満面の笑みでうなずいて小さく、楽しみとつぶやく。このクラスでは、この後、脳とその機能について、先ほどの定義に沿って基礎的なことを少しずつお話しします。そこを理解できることが、意識の変容を先へ進めていく鍵となります。ぜひ、しっかりと学んでください。さっきのひげを返してもらえませんか？聴講席へ向かって講師がもじもじと声をかけると、皆がキョロキョロと探し、預かっていた誰かがつけひげを手渡したようだ。おおきに。笑顔で受け取った講師は、改めてそのつけひげをつけ、顔を上げるとともに、盛大にくしゃみをし、では、次の講義でお会いしましょう。と高らかに言い残して壇上を去った。